皆さん、マークとさやです。そして今日のマークさやロストインワールドではディズニーワールド旅行成功のための10個の秘訣を紹介していきたいと思います。そしてこのビデオの最後に今月のプレゼント企画を実施したいと思います。なのでもし皆さんがプレゼントが当たるチャンスに応募したければビデオを最後まで見るのを忘れないようにしてください。Quack. That's right. So that's a little clue of the giveaway for this month. So you'll want to stay tuned until the end of the video. Firstly, to find out what the giveaway is, and for your chance to win. それでは行きましょう。行きましょう。皆さん、ディズニーワールド旅行はとっても楽しいです。しかしディズニーワールド旅行のプランニングは簡単ではないし、ディズニーワールドで最高の一日を過ごしたかったらいくつか頭に入れておかないといけないことがあります。そこで今日はディズニーワールド旅行を成功するための10個の秘訣について紹介していきたいと思います。まずは1つ目、レギュラースケジュールをなるべく守る。ディズニーはとっても楽しいです。特に最初のパークデーの前日の夜はワクワクしすぎて寝たくないかもしれません。でもディズニー旅行でも皆さんの通常の睡眠スケジュールからあんまりそれないようにしてください。皆さん、ディズニーで不機嫌になりたくないですよね。睡眠不足は不機嫌のもとです。小さい子供を連れて行くならお昼寝タイムが必要です。そしてもし皆さんが8時間睡眠が必要ならディズニー旅行でも8時間睡眠をとってください。ディズニーにいるからもう楽しくてワクワクしてアドレナリンでどうにかなると思ってる人もいるかもしれませんが、アドレナリンもずっとは続きません。いつか限界が来ます。なのでちゃんと睡眠はとってください。そして睡眠をとることにも加えてパークデーとパークデーの間にリゾートデーを入れたりして疲れ果ててしまわないようにすることも大切です。そしていつもの生活スケジュールからあまりそれないようにっていうのは睡眠だけじゃなくて他のことにも当てはまります。いつも寝るぐらいの時間に寝て、いつも食べるぐらいの時間にいつも食べるぐらいの量を食べてください。ディズニーにいるからって食べ過ぎは良くないです。そしてディズニーワールドではお酒もいつもより少し多めに飲むかもしれませんが、いつもより急激に多く飲みすぎないように気をつけてください。そして次にスローダウンする。ディズニーワールドでは最高の一日を過ごすためにやりたいことを全部コンプリートしないとってたくさんのことをやろうとしがちですが、たくさんのことをするよりも少しのことをじっくり楽しんだ方が思い出に残ります。よく思い出に残る瞬間っていうのは一つのアトラクションから次のアトラクションに急いでる時じゃなくて、例えばダッパーナースのパフォーマンスをキャッチしたりとかディズニーの綺麗な景色を楽しんだりとか、そういうプランしていなかった瞬間に起こります。なのでディズニーワールドのプランを作るときはプランをやりたいことでギチギチに詰めるよりもプランとプランの間に少しゆっくりしたりとかプランに入れていなかったことを楽しむための時間を空けておくといいと思います。焦っていろいろするよりもスローダウンしてリラックスしてディズニーワールドにいるっていうことを楽しむのが思い出に残る一日を過ごすための秘訣です。そしてこういうゆっくりした瞬間が皆さんにとって記憶に残る思い出になるかもしれません。そして次に最後の1日フリーデーを取っておく。ディズニー旅行ではどの日にどのパークに行って何をするっていうプランを作ると思うんですね。そしてフリーデーはプランが何もない日です。さっき言ったようにプランに空き時間を作ることに加えて最後に1日フリーデーを取っておくと、その前のそれぞれの日に全部やりたいことをしないとっていうプレッシャーがなくなります。フリーデーがあればこの日までに時間がなくて乗れなかったアトラクションに乗ったりお気に入りのアトラクションにもう一度乗ったりっていうことができます。そしてパークで全部したいことを済ませているんだったらディズニーワールドリゾートを探検したりとかリゾートのアメニティを楽しんだりっていうのもありです。それからディズニースプリングスに行ったりディズニーボードウォークに行ったりもできます。そしてこれらは全部フリーデーがあればできることです。なのでもし皆さんの旅行期間に1日フリーデーを入れられるほどの余裕があればぜひ1日フリーデーを取っておくことをお勧めします。そして次にダイニングリザーベーションができるようになる前にダイニングのプランを作っておく。ダイニングリザーベーションができるようになったら行きたいレストランの予約をなるべくすぐにするっていうのはマークサイロストインワールドのレギュラー視聴者の皆さんは私たちが前言っているのを聞いたことがあると思うんですけど、ダイニングリザーベーションが開始できる日が来る前にどこのレストランでいつ何時に予約がしたいのかも決めておかないといけません。どのレストランに行くかだけじゃなくてそのレストランに行く日にちと時間も事前にプランすることを忘れないでください。このレストランに行きたいっていうことだけ決めていていつそのレストランの予約をしたいのか決めていないと60日前の予約ができる時になって日にちと時間を決めているうちにそのレストランの予約がなくなってしまったということになるかもしれません。皆さん、新しいレストランや人気のレストランの予約はもうすぐに埋まります。
これは例えばエプコットのスペース220、マジックキングダムのビアワーゲストレストランやシンデレラズロイヤルテーブルなどです。行きたくてずっと楽しみにしていたレストランの予約が取れなかったらがっかりしてしまいますよね。事前にちゃんとプランニングをしておけば、その行きたいレストランの予約が取れる確率が上がります。そして次に、パーク代を便利にすることに投資する。ディズニーワールドではもう何もかもが高いので、なるべく出費を抑えられるところは抑えたいですが、パークでの一日を便利にすることにお金を少し使うのは価値があるかもしれません。例えばホテルとパークを行き来するときにディズニーのトランスポーテーションに長い列があってしばらく待たないといけないんだったら、Uber や Lyft などのライドシェアサービスを使うとその長い列に待たずに済みます。特にパークの開園時間と閉園時間あたりはディズニーのトランスポーテーションはとっても混雑します。ライドシェアサービスを使うとパークに行くときはより早くパークに着くことができて、帰るときはより早くホテルに着くので睡眠時間がより多く取れます。そしてディズニージーニープラスやインディビジュアルライトニングレーンを購入するとアトラクションの待ち時間を短くすることができます。なるべく節約したいのも分かりますが、こういう少しのことにお金を使うと列で待っている時間を短くしてパークで楽しむことにより多くの時間を使うことができます。ディズニーワールドでは時間がお金なので、パークでの一日をより簡単に便利にするためにお金を使うこともぜひ考えてみてください。っていうかそもそもディズニー旅行はバケーションなので、皆さんのバケーションであんまりお金の心配をしなくていいように、ディズニー旅行が決まったらなるべく早めから貯金をし始めてください。そして次に、乗り物のリファービッシュメントの日をチェックしておく。ようやくディズニーワールドに行けたのに、皆さんがずっと乗りたくて楽しみにしていたアトラクションが当日運行休止になっていたらとってもがっかりしますよね。ですがこういう状況は簡単に防ぐことができます。当日予測不能な問題が起こって急に乗り物が運行休止になることもありますが、リファービッシュメントが原因のアトラクションの休止はだいたい事前にスケジュールされています。そしてどのアトラクションがいつ休止になるかはディズニーワールドのウェブサイトでチェックすることができます。もし皆さんの絶対乗りたいアトラクションがスプラッシュマウンテンだったら、チケットを買う前に皆さんの旅行に行く予定の日とスプラッシュマウンテンのリファービッシュメントの日が被っていないか事前にチェックしておいてください。前もってリファービッシュメントのスケジュールを確認しておくと、もし皆さんが旅行予定日の日に乗りたいアトラクションが休止していたら旅行日を変更することができるかもしれません。そして次に、雨が降る準備をしておく。皆さん、ディズニーワールドがあるフロリダは雨が多いです。そしていくらディズニーでも天気はコントロールできません。天気予報で雨が降らないって言ってても雨が降ったっていうようなことはフロリダではよくあるので、皆さんの旅行中にも雨が降ると思っておいた方がいいです。しかし雨が降ったからといって皆さんのバケーションが台無しになるわけではないです。屋内のアトラクションに乗ったり、屋内のショーを見たり、レストランやバーで食べたり飲んだりしながら雨宿りしたりっていう風に、雨が降っていても楽しめることはいろいろあります。そして雨が降るっていうことを予測していた方が、もし実際に雨が降った時にあんまりがっかりしなくて済むので、雨が降るって思っておいてください。ディズニーワールド旅行での雨の準備はもう必須です。皆さんもし雨の準備をしてなくて、もう服も靴も荷物も全部びちょびちょになっちゃったっていうようなことを避けるために、天気予報が晴れって言っていてもポンチョや濡れた時のための予備の靴下は常にカバンに入れておくことをお勧めします。そしてアウトドアのアトラクションの多くは雨が降ると一時休止します。なのでアウトドアのアトラクションに並んでいた途中で雨が降ってアトラクションが運行休止っていうことを避けるために、雨が降る予定の日なら何時頃雨が降るのか天気予報をこまめにチェックしておいて、雨が降る予定の時間あたりはアウトドアのアトラクションの列に並ぶのを避けておいた方がいいです。例えば天気予報が12時に雨が降るって言ってるんだったら、12時前後にアウトドアのアトラクションに並びに行くのはあんまり良くないです。そして次に、ミッキーを見つけられる場所を知っておく。皆さん、キャラクターダイニングであれ、ミート&グリートであれ、ディズニーワールドでキャラクターを見るにはプランがいります。今はディズニーワールドでは昔みたいにミッキーはいろんなところでうろうろしてるわけじゃないです。なのであっちでもこっちでもお気に入りのキャラクターに出くわすっていう期待をしないでください。どこかでミッキーに会えるだろうと思ってるだけじゃダメです。プランがいります。幸いなことにディズニーワールドではパンデミックの後なくなってしまった通常のキャラクターグリーティングがだんだん元に戻ってきています。今はもうほとんどのキャラクターがパークに戻ってきていて、ハグをしたりサインをもらえたりできる通常のグリーティングをしています。これらのキャラクターは決められた時間に決められた場所に出てきて、どのキャラクターが何時にどこに出てくるかっていうのはマイディズニーエクスペリエンスアプリでチェックすることができます。なので会いたいキャラクターがいればそのキャラクターに会える時間と場所をチェックしておいてください。
ディズニーワールドにせっかく行くのにミッキーや皆さんのお気に入りのキャラクターに会えなかったらがっかりしてしまいますよね。なのでアトラクションだけじゃなくてキャラクターグリーティングもしっかりとプランしておくことが重要です。そして次にキャッシュを持参する。ディズニーワールドではもうほぼ全部のことにクレジットカードを使えますが、念のためにキャッシュも持参しておいた方がいいです。ホテルでのパーキングやルームクリーニングやルームサービスのチップでキャッシュが必要になるかもしれません。そしてキャッシュに加えて予備のクレジットカードも持っていくことをお勧めします。これは一つのクレジットカードがどういうわけか使えなくなった時のためです。これの例えの一つがクレジットカードが止まった時です。皆さんクレジットカード会社にディズニーワールドに行くことを伝えてないと、フロリダにいる誰か違う人か皆さんのカードを悪用してると思ってそのカードが止まってしまうことがあるかもしれません。そしたらクレジットカード会社に連絡して解決するまで何も買うことができません。ディズニーワールドにいる間にクレジットカード会社に連絡して今ディズニーに行ってカードを使おうとしていてっていうことをもう一から説明しないといけなくなるのはストレスになるし避けたいと思うんですね。なので、こういった状況を避けるためにもし心配なら念のためクレジットカード会社に連絡して旅行に行くことを知らせておくといいと思います。そして次にちょうどいいパッキングバランスを見つける。旅行の最初の方では皆さんのスーツケースはきれいに整理整頓されていても旅行の後半になるにつれてだんだん散らかっていくのはよくあることです。少なくとも私にとってはよくありますディズニーから帰る時のパッキングはディズニーに行く時のパッキングよりも大変です。もう持ってきたものは詰め直さないといけないし、お土産を買って荷物は増えるし、旅行前みたいにゆっくりパッキングする時間はないです。しかもこれ全部何日もパークに行ってもう疲れ切ってる時にやらないといけません。旅行の前はこれ持っていこうこれ持っていこうこれ着ようって言ってもパッキングも楽しいかもしれませんが、旅行から帰る時のパッキングはもうどこにこれ詰めてどこにこれ詰めてってもうなんかパズルしてるみたいでもう大変ですそこでですね、この最後の日のパッキングをなるべく簡単にするために旅行に何を持っていくかに気をつけないといけません。必要なものを忘れるのも良くないですが、必要じゃないものを持ってきて荷物を必要以上に多く重くするのも良くないです。もし何か持っていこうかどうか迷っているものがあるんだったら、それがないと支障をきたすっていうんだったら持って行ってください。そしてそれがなくても大丈夫だったら持っていかないでください。例えばお薬とかは頭が痛くなった時にないと困るので持って行ってください。そしてヘアアイロンとかそういうなくても別に支障をきたさないものは置いていった方がいいです。実際に私はヘアアイロンを持って行って結局使わなくてただ荷物を重くしただけだったっていう体験があるので、本当に必要なものだけを持っていくようにしてください。あとこれはボーナスの秘訣なんですけど、予備のバッグを持っていくことです。皆さんディズニーに行ったらお土産を買いますよね。そしてもし皆さんが旅行に出発するときにその時にスーツケースがもうパンパンだったら、お土産を買って荷物が増えた後全部がスーツケースに収まるはずがないです。なので旅行前のパッキングでスーツケースにお土産が入る分の十分なスペースがないんだったら、お土産を入れる用のダッフルバッグかなんかを持っていくことをおすすめします。それとですね、パッキングは帰る日の前日の夜からスタートしてください。特に朝早くのフライトなんかがある場合はもう時間ギリギリで急いでパッキングっていうようなことにはなりたくないと思うので最終日のパッキングにはもう十分に時間を取っておいてください。それでは以上が今日紹介するディズニーワールド旅行成功のための10個の秘訣になっています。私たちは以前にもディズニーワールド旅行攻略のための秘訣をまとめたビデオをいくつか上げていて、それらのビデオでは今日紹介していない秘訣をシェアしているので、まだ見てない方はぜひ見てきてください。それでは最後まで見てくれた方ありがとうございました。もしこのビデオの情報が少しでも役に立ったら、ぜひこのビデオにいいねボタンを押してくれるととっても嬉しいです。それでは今から皆さんお待ちかねのプレゼント企画に移っていきたいと思います。それではまずはプレゼント企画に入っていく前に皆さんにちょっとした大事なお知らせがあります。 So before we get into the giveaway, we have some very important news on a new milestone that our channel has hit. なんとマークサイロストインワールドのチャンネル登録者数が500人を超えました500 baby! イエーイマークサイロストインワールドにチャンネル登録をしてくれている皆さん、そして私たちのビデオをいつも見てくれている皆さん、本当にありがとうございます。皆さん本当ありがとうございます。Thank you so much for your support. We really appreciate it from the bottom of our hearts. そしてですね、ちょうどチャンネル登録者数が500人を突破したということで、私たちのゴールについて少し話していきたいんですけど、私たちは今チャンネル登録者数1000人をゴールとして頑張っています。皆さん
it's been a long time coming. From when we started, from 0 subscribers, all the way to 500 now, 500 plus. So we're so thankful that you've decided to join us on our journey. And of course, we still got a long way to go. Our first big goal is the monetization goal, which is 1,000 subscribers. So we hope to get there as soon as possible. And again, very, very thankful that you're joining us on this journey. 私たちが配信している動画に対して動画ありがとうございますとか情報が役に立ちましたとかいう嬉しいコメントをいただくことも結構あって、そうやって皆さんが感謝してくれることが私たちにとってはすごく励みになるので、私たちからもありがとうっていうのを言いたいです。本当に皆さんありがとうございます今は、私が一人でビデオをすることも多いんですけど、私たちはいつかフルタイムで YouTube をできたらいいなと思っていて、そしたら私一人じゃなくてマークも一緒にビデオをしたりとか、実際にディズニーワールドとかユニバーサル・スタジオ・オーランドでブログをもうちょっとできるようになるので、私たちが YouTube をフルタイムにできるように私たちの動画を見たりとか動画にいいねをしたりとかコメントをしたりとかして応援してくれたらとっても嬉しいです。なのでこれからもよろしくお願いします。You know, it took us a little while to get to 500, but I believe, and we believe, we can get to 1,000 much more quickly. And every like, comment, subscribe, and view helps the algorithm accelerate this for us. So we really, truly appreciate your support with all the little things that you do, including your likes, subscribes, views, in order to reach our goal as soon as possible. And we want to take you there with us. Because as Saya said, the end game is not just to have a monetizable channel, but the end game for what we envision Makusaya Lossing World to be is us doing this full time, right? And providing you with the best content we possibly can. And what better way to do this than what we believe is the best way is, of course, being more in Orlando. Yeah, that's right. So with monetization comes the opportunity for us to be in Orlando more, to give you guys the dope content that you want to see from Walt Disney World and of course Universal Studios. So we hope to increase the vlogs by a lot at some point. So thank you so much for the support, and we're really, really excited about the future. And we hope you guys are as excited as we are, because we're gonna take you guys along with us, and we're so thankful that you're here with us. 広告収入が得られるようになったらもうちょっとたくさんオーランドに行けるので、そしたらもっと皆さんにオーランド現地からのブログをお届けすることができるのでもっとユニバーサル・スタジオとディズニーワールドのコンテンツが見たかったらぜひ私たちの夢を応援してくれるととっても嬉しいです。And now that brings us to the giveaway. Yay! So, for this month, as you may have heard, the DuckTales World Showcase Adventure is coming very soon to Epcot. It was just actually announced not too long ago, right, babe? So we felt, what better way to celebrate than the leader himself. ドナルドのコースターです。イエーイ、ピースしてますそして実はこれ1つじゃなくて2つついてきますIt's big. Like, these coasters are quite large. They can fit like a large like coffee mug. So, and there's 2 of them, like she said. So. そして何より可愛いドナルドそれでは今月のプレゼントはこのドナルドのコースターということで、今から応募方法に入っていきたいと思います。いつも通り応募方法は簡単で4つのステップになっています。まず1つ目、マークさえロスタインワールドにチャンネル登録をしてください。 1. Make sure you're subscribed to the channel. 2つ目、このビデオに LIKE をお願いします。 2. Please like this video. 3つ目、コメントで皆さんのお気に入りのディズニームービーは何か教えてください。 Number 3. This one's easy, guys. Comment down below what is your favorite Disney movie. そして4つ目、このチャンネルの通知をオンにしておいてください。 Number 4. Make sure you have your notifications on so that you'll be notified for future giveaways and videos. プレゼント企画の当選者は2週間後にランダムで選ばれ、当選した方にはコメントで連絡をさせていただきます。
So in approximately 2 weeks, we'll choose a winner at random and we'll reply to them in the comments down below. それでは皆さんの応募をお待ちしています。今日のビデオを見てくれてありがとうございました。また次回の動画も楽しみにしておいてください。Make today magical and Have a Marvel list. ありがとうございました。ありがとうございました。And good luck to win Donald. バイ